こんにちは、ジパング55のタカです。今回は前回宿泊を満喫したメズム東京オートグラフコレクションでアフタヌーンティーを楽しみたいと思います。前回の動画が未視聴の方は、そちらの動画も確認してみてください。このチャンネルはホテル紹介を中心に日本の魅力をご紹介しています。お得な旅行情報を知りたい方はチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは早速向かいたいと思います。16階にある近未来的なロビーはいつ見ても素敵ですね。天井の飾り付けも素敵です。掃除はどうやっているのか気になってしまいます。夜はガラッと雰囲気が変わり、異空間さが増しますね。ロビーの窓からは浜離宮をはじめ、東京の街並みを見ることができます。アフタヌーンティーは、ロビー横にあるウィスクというカフェでいただきます。毎シーズンテーマを変えて提供されています。特徴的なのは、絵画をモチーフにしたアフタヌーンティーだということです。今回はアンリルソーの代表作、ドリームがテーマになっているようです。アフタヌーンティー以外にもパフェや紅茶などもあるみたいですね。ウィスクは開放感があり、景色が綺麗な場所です。アフタヌーンティーは事前予約していたので、食器類はセットされていました。ウィスクはバーも併設されているので、夜はお酒を飲むのもいいかもしれませんね。平日予約だったので、ラウンジはそんなに混んでいませんでした。ただ席にアフタヌーンティーのセットがあるので、席の半分以上は予約で埋まっているようです。今回は窓際の席だったので景色も綺麗でした。メズム東京は五感を刺激し、新しい価値観を発見するをコンセプトにしています。前回動画でご紹介したオズの魔法使いをテーマにしたランチやディナーコースなど、魅力あふれる料理を提供しています。それでは簡単にアンリルソーと絵画の説明をしておきたいと思います。ルソーは税関職員で休みの日に画家活動をしていました。フランスでは税関職員を表すルドゥアニエ、ルソーとして広く名前を知られています。フランス国外には一度も出たことがありませんでした。今回のドリームは彼がメキシコへ遠征した兵士から聞いた話や、パリ植物園で見た熱帯植物から想像して描き上げました。彼の生涯で最後となる大作です。現在はニューヨーク近代美術館に所蔵され、今なお世界中のファンを魅了しています。そんなルソーの傑作をモチーフにしたアフタヌーンティーは、どのようなものなのか気になりますね。簡単に作品や作者について調べておくと、知識も深まり、料理も味わい深くなるかもしれませんね。それでは食べていきたいと思います。最初の料理はクレームアンジュです。ルソーの出身地フランス、ロワール地方のスイーツです。一般的にブルーベリーソースと合わせて食べます。一緒に提供されたモクテルがブルーベリーとクランベリーを合わせたものになっています。今回は料理に合わせてモクテルが提供されるようです。クレームアンジュはクリームチーズをホイップして作られており、ふわふわした食感がとても口触りがいいです。少しクリームブリュレに似ていますね。モクテルのラズベリーの甘酸っぱさとよく合います。ここのアフタヌーンティーは料理に合うモクテルを提供してくれるようです。面白いですね。後ほどご説明しますが、私の選んだプランだと紅茶やコーヒーを自由に選んで飲めないので注意が必要です。こちらがメインです。箱に重量感がありますね。開けると煙が出てきました。まるでジャングルで新しい動物たちを発見したようです。料理一品一品の説明はありませんでした。一緒に渡された紙を見て料理名を判断します。どれも美味しそうですね。チキンキッシュ、シードルゼリー、
バナナエクレア、3種のサブレ、ごまのブラウンマンジェ、カヌレ、マコビエツ、ミートパイ、チリミートパイ、モンブラン。どれも絵を表現しており、面白いですね。料理の説明書きには、どんな意味が込められているか記載されていました。例えばマコビエツは聞きなじみのないお菓子です。ポピーシードとくるみが詰まっており、ポーランドの伝統的なお菓子だそうです。ルソーの恋人、ヤドビガの出身地がポーランドのため、今回ラインナップに入っているようです。他にも象をイメージしたごまのブラウンマンジェなど、聞きなじみのないお菓子もありました。フランスの一般的なデザートで、牛乳に生クリームなどを入れて固めたものです。食感などはパンナコッタに近いですね。お菓子を食べるたびにどんな意味があるのか考えながら食べるとより楽しめると思います。モクテルもジャングルをイメージしたレモンバームというモクテルでした。ミントなどが入っていてさっぱりしていて美味しかったです。今回のアフタヌーンティーのお値段は6500円です。私が注文したのは一番リーズナブルな、最後にコーヒーか紅茶がいっぱい飲めるプランでした。自由に飲めるプランだと7500円です。お茶の種類はそんなに多くないみたいですね。平日昼間が空いており、ゆっくりできると思いますのでおすすめです。プランは時期によって変わります。概要欄に URL を記載しておくので、メズム東京の公式サイトでプランを確認してみてください。最後にサルタヒココーヒーが提供されました。昨晩のディナーではその場でコーヒーを入れてくれる演出がありましたが、今回は特にそのようなことはなかったです。器はかなり大きかったので、コーヒーの量は多かったですね。お茶やコーヒーの種類は多くないので、お茶を楽しみたい方は少し物足りなさを感じるかもしれません。それではメズム東京のアフタヌーンティーいかがだったでしょうか。絵画をイメージしたアフタヌーンティーはなかなかないので面白かったですね。前回のコースディナーも含めてとても魅力的な料理を提供しています。毎シーズンテーマが変わるので、よかったらチェックして訪れてみてください。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価いただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それではまた次回動画でお会いしましょう。さようなら。